どうも皆さんこんにちは。アルゴリズム注文で利回り 57%。使わない人原始人投資家。このチャンネルの特徴は株価の値段設定を公開している。つまり投資経験がなくてもスマホの設定で専業投資家並みの資金効率が可能。そうなるように動画設計されています。他の株チャンネルはいつ買おうかとか、いつ売ればいいかってみんなが悩んでいるのにもかかわらず、値段設定を断定しているチャンネルは一つもないんです。で、皆さんが投資をこれから始めようかな、株どうしようか迷っている心理状況は、行動にも情報精査も何一つ自体を進展させない機械損失の状態。結論、僕がやっているアルゴリズム注文は、設定した指値より高くなった場合、自動で修正して追尾していく。値下がりの絶望する恐怖が一切なくなる。つまり、損失を軽減して利益を大幅に向上させる。それがアルゴリズム注文。こういう人におすすめで、配当金や優待が欲しいけど、値上がりしたら売却して資金効率も向上させたい。これが僕がやっている戦法です。売り時を優秀な AI に監視してもらって、自分は寝ていても自動で利益確定してほしい。そんなわがままな手法でパフォーマンスが向上する。それが勉強すると利益を操れるようになる。今回の目次は前編で概要を説明して、後編で実践指導を行います。皆さん、こんな悩みって何ですか？失敗パターン1。持っていればもっと値上がりしたのに、早く売ってしまったっていうパターン。二つ目が、売却のパターンがつかめずに逆に損失して大きくなってしまったっていうパターン。これ迷って決断しないと負ける。利益確定したら2倍くらい上がっていたのにっていうのがあるんです。原因はみんなと同じ心理で行動しているから、少数精鋭のプロの機関投資家に負ける。僕は人間の普通が分からず、学生の時からね、お前浮いてるなって言われたので、後天的に人間の心理学について調べました。解決策としては、売買のタイミングは株価値上がりした未来の自分に任せるんじゃなくて、勝利する自分がイメージできる。過去の現時点の自分に任せる。つまり、買い注文の時点で売り注文をする。しかもどんな値動きをしても利益が出るアルゴリズムの設定を行うこと。どんな値動きをしても利益って出るのか？そんなことは可能なのかよ。結論は可能。お金を増やすことに欲がくらんだら意外と成功しない。3000円前後の教本から学ぶべき。まず大前提に負けないっていうこと。値下がりした場合自動で売却する。損失を抑えたっていうことは儲けたのと同じ価値がある。3000年前、中国の戦略本、孫子の兵法にこういう伝えがあります。死んでしまえば二度と戦えない。絶対勝つ時しか戦うな。負ける戦はするな。僕の現代解釈をすると、僕が買った株が暴落するってことは、想定外のことが起きている事態。だから自分の間違いを認め、損切りできることが真に成功する投資家。ここでは負けた経験をメモして、2回目は決して同じことで負けないようにする。それ以外は利益が出る。チャートが平行線の場合、時間でカバーすることができる。高配当銘柄で値上がり益も両方期待できる。あとは値上がり益。値上がりして1、2ヶ月で配当金の2倍くらいもらえば売却する。もっと儲けたい自動修正を高めに設定しすぎると機能しなかったので、魚の頭と尻尾はくれてやれっていう精神で深追いは厳禁です。まとめ、3000年前の戦いの戦略本が今でも通用する。なんでかっていうと人間の本質的な行動が解明されているからもうすでに。そんな人類史上最も優れた戦略本、最強の戦略マインドをアルゴリズムで再現ができる手法を学んでいきましょう。トレーディング注文のイメージはこんな感じです。まずすごいのは株価の上昇に合わせて発注価格を自動で修正してずっと見張ってくれる。フェーズに株価が下落しても迷わない。発注価格はそのまま。人間だったらこれから下がるかも、不安だって配当金の2倍もしないうちに少額で利益確定しまう。機械は過去の自分が設定してルールを感情に左右されることもなく迷わない。条件を満たしていないから売らない。非常にシンプル。この先、チャートの未来を予想しようなんて、お前は神かって思うんですよ。プロでも未来はわからないのに、最終的に行き着く手法はここ大事ですよ。今、現段階で売るか売らないか、今、判断する。しかも機械が自分の分身として1秒もよそ見をすることもなく、この話を聞いて、いかに生身の人間がいつ売るか迷うかが無駄で、電車あるのに徒歩で移動するくらいの原始人投資家っていうのが分かりましたか？フェーズ3、再び上昇したらアルゴリズムはまた追上を始める。1000円まで株価は上昇した。普通だったら指値注文で約定してしまう状態。でも上昇した株価っていうのはトレンドに乗っかってる場合が多くて、このまま保有していればもっと儲けたのになっ
っていう人間はなるんだけど、機械は人間の迷いを無視して情報修正する有名な著書、影響力の武器で一貫性の法則というものが記されています。これは過去に自分が行った決断を貫き通そうとする人間の本能があります。自分の発言と行動を一致させようとするから、過去に設定した指し値を人間がやっぱり修正するっていうことは、自分を否定することなので、強靭な精神力が必要となります。僧侶が数十年の修行の末にたどり着く境地。これをアルゴリズムは再現してくれる。あなたの隣に僧侶は召喚されるんですよね。自分が迷った時、興奮して我を失った時、僧侶が導いてくれると頼もしいですよね。フェーズ4。株価が発注価格まで降りてきたら利益確定。ここで完結する。確実に利益確定してくれる。相場の取引時間は寝てることが僕は多くて、機械が勝手に利益確定してくれることがほとんど。もうこれ結構すごいことで、もっと株価上がるかもとか、欲望があると売るタイミングを逃すこといっぱいあるんですよ。僕は初任給で株を始めて、当時はアルゴリズム注文とかがなかったので、自分が欲を自制する僧侶になる必要があった。孤独な自分と戦って、誰からも理解を得られない、相談できない時間。それがアルゴリズムの設定で、僧侶は悟りを開くように利益確定に一切迷いがない。スパ潔い。まとめいきます。このようにトレーディング注文は値上がりに応じてついていきながら設定通りの利益確定を確実に行ってくれる。最強。トレーディング注文のメリット。損失を限定しつつ利益拡大が可能。二つ目、30営業日先まで機械に監視してもらうことができる。実際には土日を挟むからそれ以上ですね。監視を行って自動追尾もしてくれる。長期投資が可能でしかも短期トレード並みの集中力が機械で再現が可能。自分の眷属を召喚。1ヶ月ちょっとで消滅する。僕の場合は途中で約定しないっていうことは、損切りも利益確定もしない、配当金をもらうっていうまさに想定された運用なんです。値上がりの欲を書くと、知らない間に自分のリスクをどんどん高めていって、自分の首を絞めていって、どの銘柄をどの価格設定とかまでは、僧侶、AI はアシストしてくれませんから、僕に相談するか、コミュニティで話し合うか、負けない投資家への近道がそれです。その結果、損切りは早く、利食いは引き伸ばすっていう投資家上級者のマインドが再現ができる。原始人投資家から僧侶を召喚できる一級投資家になる。投資が一般的に普及してなかった2017年、大学生で証券講座を開設しました。相談できる人は誰もいなくて、教本を読んで仮説を立てて実験して今の境地に至ります。孤独で相場で生き残り、失敗を認め研究する気力と時間を持ってる人っていうのは 99% いない。人間そんなに強くない。孤独はすごく恐怖に感じるから。途中で挫折してサラリーマンに帰っていく。そんな人をたくさん見てきた。僕はわがままなんですよね。時間でお金を取るか、仕事でお金を取るか、無職で時間を取るか。いや、違う。両方大事。時間もお金も両方手に入れることができた。僕のチャンネル登録者やメンバーシップの方が投資に悩み、相談できない孤独を抱える。そんなことは許せない。みんなが集まるファンサイトを計画しています。会員費は株取得に関わる経費として確定申告が可能です。現在メンバーシップは100人を超えて、サイトサービス開始を楽しみにしています。ホテルで株の勉強会と題して宴会や撮影会とかそういうのを目標にしてサイトを計画している。このチャンネルをオンライン企業や VTuber 関係者が研究されていて本当にね驚きです。たまにね声がかかってきて株の研究同様に2年間ずっとこれもね考察していたからファンサイトの機能をピックアップするとどういう機能があるかっていうと株の情報収集に必要なリンクと勉強のサイトを全部まとめていてメンバーが自発的に調べる環境を構築できている。すべてはファンの幸せのために、お金のために、利益のために、人から愛される人は先にたくさんの人に愛を与えているから。原始人投資家の方法では株価に振り回せて負けを何回も何回も繰り返している。こんな失敗したことがあるんですよね。持っていればもっと値上がりしたのに自分の失敗を認められずに損失をどんどん拡大させてしまう。つまり値下がりが怖くて利益を小さく損失は大きくしちゃってるバッカーがいるんですけどトレーディング注文だったら損切りのタイミング、利益確定のタイミングで迷うことは決してない。原始人投資家から現代の文明人投資家に進化ができる。1ヶ月以上自動運転で優秀な AI がタダで動いてくれる。この調子で AI は人間の仕事をどんどん奪ってもらってほしい。どうでもいい作業は機械に任せてもらって人間同士で必要とされる存在となる。それが限りある人生で有益な時間の使い方だから。それでは iSpeed の実践、注文方法を確認していきましょう。第1に、
ログインした状態で注文したい銘柄を表示させます。このように。2つ目、ここのアルゴリズム注文のボタンをタップします。そしてトレーディング注文を選択。何株買うのか、数量を指定します。僕からの補足は一単元の100株の種類、この機能しか使用できない。どんな時は使用できないのかっていうと、最近1株からの取引が楽天証券でも可能になりました。ミニ株というやつです。これが使用できない。100になればできるけど、退職金を運用する視聴者からすれば1000万円以上運用しているので、一株の影響力って微粒子レベルなので意識しなくても良さそう。絶対100買いますよね。初期条件を入力。最初に設定する値段は損切りの値段。撤退する値段設定。中国の孫子の兵法があって、負けそうになったらどんなに無様だろうと生き残れ。逃げてもいい。とにかく生き残れ。利益確定することで初心者は浮かれがち。まかりことを想定したパターン、そういうイメージ、覚悟がないと、デッド、バッドです。トレーディング注文。ここが一番のハイライト。トレーディングとは、トラックで引っ張られるコンテナをトレーラーと言いますよね。トレーディングっていうのは牽引する意味。ドラムブレーキでもリーディングとトレーディングの部分があって、国家検定自動車整備士の時に学びました。懐かしいな。そう、こう見えても専門職は自動車整備士でした。AI に仕事を奪われないと思ってたんだけど、過酷すぎてパワハラにもあったし、みたいな感じで記憶を引きずるトレーディング。例えば配当金 5% のゆうちょ銀行を買った。値段設定は配当金50円の2倍の100円。この値段を上乗せして入力します。これが僕の年利 20% 以上3年間行って、去年は2022年利回り 32.002% の招待。話しちゃったよ。これみんな真似するぞ。いいのかよ。大丈夫。心配ない。これは僕の手法の基本形で 10% ほどは値段設定をチャートの形状を見て改変することがある。あとは最高値から下降トレンド入りした撤退の値段設定です。ここでは10って書いてあるけど、結論は 3.5%、3.5% 以下だと日頃の変動が大きい株だとすぐに約定してしまうため、目的である下降トレンド入りに売却っていうことができていない状態になるじゃないですか。3.5% 以上だったら既存の利益が単純に減少すること。普通の投資家は毎回悩んでいるようだけど、僕は一切迷わない。一律このパーセントにしているから。実行条件。これは何日先まで自動運転するか。もちろんできるだけ怠けていたいので、最長30日営業日に設定する。そうなると想定通り株価は約定しない値段をレンジ相場になることが 80% ぐらい、1ヶ月ぐらい経ってアルゴリズムの更新が必要になるんです。その場合は注文が執行する1日前に全部取り消して新たに注文を行います。付き合う友達は選べ。家畜と格差を広げよう。僕の場合は1ヶ月に1回、1時間程度の値段設定を行うことで生活ができています。最近の若者は転職が当たり前になってフリーターが多いみたいですけど、1万円稼ぐのって残業ありで必死で稼ぐお金に相当する額じゃないですか。いやー、まったく資本主義って残酷ですよね。まあ勉強しない家畜が悪い。日本のお金儲けにする人は悪いやつっていう洗脳がある。自分の人生なのに真面目に考えない。そういう家畜が多い。そんな家畜だったらどんどん繁殖して日本の納税者を増やすことを祈っております。配信アプリで2年以上活動していて僕が投資について布教していたんだけど、今が楽しければいいっていう感じで見向きもされませんでした。僕は気づくんですよ。お金持ちっていうのは貧乏やバカに有益な情報を教えてあげても自慢マウントみたいな無視されるし、人によっては口論にもなる。自分の時間と意識をバカな相手に投下して投資しても自分が得るリターンっていうのは無関心か口論じゃないですか。お金持ちは無口とか教えないケチとか言われるけど、賢いねお金持ちは。お前なんかに投資しないって。同じレベルか。自分以上の人と交流して家畜層とどんどん距離を置くことがお互いの有益な時間の使い方になります。相手も不快にはならないし、自分たちはどんどんお金持ちになっていく、豊かになっていく、その場所を僕が作ることにした。僕たちコミュニティは公式ファンサイトで外部からも賑わいを確認できるようにする。中田敦彦さんのオンラインサロンのプログレスとか両学長のリベラリティは何が行われているのかって実際に入ってみないとわからないんです。閉鎖的なのに対して僕の小春オンラインサロンっていうのは活動内容の配信はメンバーの自由とします。別にね、規制がかけていない。なんで有料会員で式を作るのかっていうと、それはディズニーランドには入園料1万円くらい必要じゃないですか。お金持ちしか入らない。なんでかホームレスとか貧困層とかいない。貧乏にいない。治安が良くなるんですよ。僕のチャンネル登録者の 80% 以上がお金を日本国民の平均より持っている人たちが多い。お金と健康はクリアしている。残りは自分の居場所、人との関わり、必要とされるっていう心、必要とする、なんていうのかな、人の居場所、メンバーシップ30人超えたら
作るって言っていたんですけど、結構上がっていって100人も超えちゃいました。予想を繰り上げて今計画を急いでやってます。コメントでこんなリクエストをいただきました。前回の動画で紹介した銘柄、どのように運用しているのか解説してほしい。この機会にアルゴリズムの実践を兼ねて解説していきます。設定する前に注意点があります。楽天証券は2023年7月から1株の売買可能なミニ株サービスを開始しました。しかし、アルゴリズム注文はできず、100株一旦限ないと利用できないから、そこは留意しておいてください。いよいよ始まりました。実践、闘争4042、配当利回り 4.7% で、2023年3月の配当金は40円でした。僕はどういう風に運用したかっていうと、5月22日に株を買い、1ヶ月しないうちに6月21日に売却した。配当金以上の5235円の利益を出した。ここ、自動で約定していました。目が覚めたら。1年間の株を保有して利回りが 4.77% なので、1ヶ月で売却したら、12倍の資金効率で配当金を得る計算となるので、年間利回りを換算すると 57.24% ぶっ飛んでますね。なので僕の資金効率、去年は 32.002% っていうのも納得がいきますね。この闘争は周期的なレンジ相場なので、アルゴ注文をしていれば、値幅が大きい時に利益確定できる。しかも万が一、購入した途端に瞬間微動だにしなくなったチャートが、そんな場合でも配当金 4% 以上確保できて価値が確定した状態、早速値段設定を一斉にやっていきましょう。チャートは収束を見ると、1600円から1800円の値幅が取れるレンジ相場ですね。1600円以下で株価を取得できたら、十分利益ができるから、基準値を1600円として値段設定します。戦略本、孫子の兵法では、致命的なリスクは取るな、とあるので、損切りラインを設定してリスクをコントロールします。損切りラインは1456円。株を取得して配当金の 4.7% 以上の 6% 僕だったらやってます。含み益に達成したら撤退する行動を設定します。106% の価格が1696円。ここでは上昇トレンドになる場合が多いから 3.5% 下落するまで自動修正してもらいます。59円下落したら下がりトレンドになっている可能性がある。だからすでに十分な利益がでもね、確定してるじゃないですか。だから服用せずに売却します。ちなみに一番下のね、アラーム設定っていうのは1649円で買う準備をする。なんでかというと、最初から1600円に差し値注文をすると、資金がずっと拘束されるんです。だから、現金保有率の把握が困難になるためです。現金比率が 20% 前後で暴落時に買い増しできる余力を常時設けている。また、現金の余力があると、ここのゆとりも全然違ってきて、銘柄選びにもパフォーマンスがまるっきり違ってくる。最後にコミュニティの会員費は、株の利益から経費にできるっていう話をします。パパの配当金が去年は70万円あり、税金が14万2000円徴収されました。なんと、節税する手段っていうのは一般的には広がっていませんが、株価を取得するのに要した費用というのは経費として計上が可能です。何が経費の対象になるかっていうと、取引の手数料、プロのアドバイザーの支払いとか、アナリスト支払い、経費として計上が可能。株価、ニュースの情報サービスの購読の費用、ダイヤモンド財の雑誌とか、そういうの買っても、あとは投資関連の専門の書籍、教科書です。あとはセミナーの費用。もう一つは研究のために情報収集に関する費用。これ結構広いですよね。以上のことから投資の勧め、コミュニティの会員費は株の勉強が目的としているから必要経費として節税ができます。最近は YouTube の確定申告とか税務署も柔軟な対応が求められるようになってきていて、オンラインサロンでも認められる事例が増えています。メンバーでホテル宿泊を行う場合でも株の勉強会の旅行プランに全部組み込まれているので、飲食代、宿泊代が全部経費に落ちるということになります。現に株主総会の交通費だったり宿泊費は経費として計上が可能です。それでは皆さん、国民みんなより少ない税金を払ってみんなより多くの幸せを手に入れていきましょう。遊びも仕事も全力で楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。それではごきげんよう。バイ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 。バイバイ。また次回お会えることを心待ちにしております。エンディングに追加情報です。動画編集が終わってる時に日本特闘業が売れて2ヶ月しか持ってないけど3万円の利益がね、売上が出て26万円の投入資金に対して3万円が2ヶ月でできたっていうことは資金効率で計算すると 68.8%。めちゃくちゃすごいですよね。こういう投資の仕方があるんだって。値上がり益が狙えて値上がりしなかった場合でも配当金は確実にゲットするみたいなね。株について直接質問したいよっていう時は今のところコメントで受け付けております。上の再生リストとかチャンネル登録やりましたが、やりましたよね。ここまで見てくれたってことは。コミュニティについてはまたライブなり配信をしていきますのでよろしくお願いします。